以前の動画では1942年時の日本戦艦12隻を紹介しましたが、今回の動画ではより史実に基づいた CG モデルを制作し直し、さらに1944年から1945年にかけてのモデルも追加いたしましたので、より深く日本戦艦の紹介を行ってまいります。扶桑は日本独自の設計で建造された最初の超土級戦艦で、1915年11月8日に竣工しました。竣工当時世界最大の大きさを誇った扶桑型戦艦でしたが、設計はやや旧式で、分散して配置された手法のために防御面で大きな問題を抱えることになってしまいました。扶桑は1930年代に入ると大改装を受け、近代的な戦艦へとその艦容を一新しましたが、高くそびえ、くびれているいびつな環境を備えることになりました。扶桑がこのような摩訶不思議な姿になった理由は、3番砲塔の上部にカタパルトを設置したためで、砲を前向きにして、艦載機の発艦を手早く行うことができました。航空機の発艦手順は、3番砲塔の横にある簡易エレベーターを使って行われ、機上を使って航空機をカタパルトへと移動。風上に艦首を向けた状態で、3番砲塔を右舷前方の方角へと回転させた上で射出を行うのではないかと推測できます。ただ、航空偽装は後に全て撤去されて完備方向に移されており、変な方向に曲がった艦橋のみが取り残されてしまいました。扶桑は1941年の12月8日の開戦以降、練習艦のような運用がなされ、南方に進出するも本格的な戦闘を体験することはなかなかありませんでした。しかし、戦況の悪化とともに現役に復帰すると、最後の改装を受けることになりました。1941年に主砲包囲板が完装されたことで、すでに艦橋のてっぺんにある指揮所は撤去されていましたが、戦時改装では防空指揮所の一部形状変更や215電炭を増設したことで設備にかなりの差が見られます。また、3連装機銃も増設されましたが、配備が間に合わず連装機銃も混在しています。未だ侮れない砲撃力を有していた扶桑でしたが、その力を発揮することはなく、1944年10月25日、摺川海峡海戦では不運な被弾箇所も重なり早々に艦隊から落後、凄惨な最後を遂げてしまったのです。戦艦山城は扶桑型戦艦の2番艦として1917年3月31日に竣工いたしました。山城も主砲塔が分散して配置されたことで、主砲発射時の爆風の影響が広すぎるなど防御以外でも問題を抱えており、これらは一番艦の扶桑と変わらないものでした。一方で山城は日本戦艦らしいパゴダマストを備え、扶桑よりも均整の取れた姿をしていました。これは航空偽装を3番砲塔上部ではなく、あらかじめ艦尾に設置したことによるものです。ただ、山城の艦橋の形状は非常に細く、扶桑とは異なった繊細さを感じるデザインとなっています。大戦中、山城は扶桑よりも内地にとどまった期間が長く、練習戦艦のような運用がしばらくなされました。このため、装備の換装は行われず、山城は戦前の背が高い艦橋を戦争中も維持していました。しかし戦況の悪化とともに現役に復帰すると、艦橋最上部にある包囲板を94式に換装して艦容は変化、215電炭の搭載も行われたという記録も存在しています。ただ、最終時の山城には215電炭の存在は認められず、搭載された電炭は片舷に搭載された艦橋最上部にある225電炭や、後部艦橋付近に1機搭載された135電炭であったと考えられています。山城にあった215電炭は、どうやら撤去されて別の艦に移設されたのではないかと推定されていますが、確実なことは分かっていません。1944年10月25日、山城も扶桑とともに摺川海峡へ突入すると、圧倒的優勢な敵艦隊に対して突撃。多くの砲弾や魚雷を浴びてついに沈没してしまいました。伊勢は1917年12月15日に竣工しましたが、後に航空戦艦として改装されたことで知られています。伊勢型戦艦は扶桑型の防御力の問題を解決すべく、主砲の位置が変更、さらに国産鋼板の品質なども向上したことで、先進国の水準に追いついた戦艦と評されています。ただ、副砲などを見ると配置間隔が短く、
全体的に詰め込んだ設計であったためか、伊勢型は日本の戦艦の中で最も居住性に劣った艦となってしまいました。開戦後、しばらく活躍することはありませんでしたが、ミッドウェー海戦によって4隻の空母を失う大敗を喫すると、伊勢は戦力の穴を埋めるべく大改装を受けることになります。こうして1943年9月、伊勢型戦艦は世界で唯一の航空戦艦として生まれ変わり、主砲を2機撤去することを代償に艦の後方に飛行甲板のようなものが設置されました。これは厳密には飛行甲板ではなく射出甲板と呼びましたが、航空機の発艦は両舷にあるカタパルトを用いる必要があり、収容は別の空母で行う必要があるなど、空母としての性能は限定的でした。伊勢は航空戦艦として戦力化すべく射出訓練を複数回行い、爆撃機としても運用可能な水上偵察機、随雲を18機搭載することが決定します。しかし、伊勢の航空隊は別の戦線へ投入されてしまい、ついに艦載機を搭載して海戦に参加することはありませんでした。こうして伊勢は敗勢の中で本格的な実戦を経験することになりましたが、皮肉なことに射出甲板に増設された大量の対空兵装が大いに役に立ち、また航空機用の格納庫を利用した輸送任務でも活躍を果たしました。しかし、その後は燃料不足のために呉にとどまると、最後は2番砲塔の砲身を高く上げた状態で力尽き、終戦を迎えました。日向は1918年4月30日に伊勢型戦艦の2番艦として竣工いたしました。伊勢と日向は姉妹艦同士、艦用が似ており、偽装の違いはほとんどありません。ただ、後部マストの形状が伊勢が Y の字、日向がまっすぐという違いがあるため、写真での判別は比較的容易です。日向は事故が多い戦艦で、砲塔爆発を2回、弾薬庫火災を1回経験しています。特に1942年5月に5番砲塔が爆発したことは、多くの死傷者を出す大事故になってしまいました。しかし、この事故の修理も契機となり、伊勢型戦艦は2隻揃って航空戦艦に改装されることになったのです。航空戦艦として改装された日向は最終的に艦上爆撃機の水星のみの搭載が決定しますが、水星は日向から発艦はできても着艦は不可能でした。このような強引ともいえる形で新型艦爆水星の運用にこだわらざるを得なかった理由は、ミッドウェー海戦で低下した空母機動部隊の打撃力は小型空母では補えず、航空戦艦で打撃力を担う必要があったからです。伊勢型航空戦艦は15秒ごとに1機のペースで22機の航空機を5分で発艦させることが可能でしたが、航空機は滑走車に乗せられたままカタパルトに直接移すことができるなど、素早く発艦させるために様々な工夫がなされていました。しかし、配備された航空機は全て抽出されてしまい、日向も伊勢と同じく艦載機を搭載して海戦に参加することはありませんでした。また、日向には巨大な航空機用の甲板が設置された以外にも、埋め込まれた広角砲や大量に配置された 25mm 機銃は合計104丁にも達し、戦艦時代と比較しても艦橋の形状がかなり異なっているのがわかります。日向は伊勢と共に海戦を戦い抜き、最後は大破着底の状態で終戦を迎えました。戦艦金剛は日本初の超土級巡洋戦艦として、イギリス、ビッカース社に発注され、1913年8月16日に竣工いたしました。建造の際にはビッカース社から日本へと技術供与がされ、以降、日本国内で超土級戦艦の建造が可能となりました。この映像は竣工時の金剛の姿で、3本の支柱による高い艦橋や、主砲塔上部にある根砲などが特徴です。竣工当時最高の戦闘力を有していた金剛でしたが、次第に遠距離砲撃戦が注目されるようになると、時代によって大きく艦用を変えていくことになります。これは1944年10月の金剛の最終時の姿で、最高速力30ノットを超える高速戦艦として生まれ変わると、艦隊の主力として活躍を続けました。最終時の金剛は電端が増設され、大型の防空指揮所が設置、さらに副砲を減らした代わりに広角砲や多くの機銃が増設されており、その数は 25mm 機銃だけで106丁に達しました。1944年の金剛は1941年時と比較しても非常に武骨な印象が強く、防空指揮所の拡大や遮風装置の設置、艦橋の各階層の形状が変更など精悍さが増しています。激戦を戦い続けた金剛でしたが、
1944年11月21日、レーテでの戦闘で傷ついた状態で航行していたところを潜水艦からの攻撃を受け、沈没してしまいました。比叡は1914年8月4日に竣工した混合型戦艦の2番艦です。比叡は日本で最初に建造された超弩級巡洋戦艦でしたが、軍縮条約の影響によって多くの期間を練習戦艦として過ごすことになります。これは練習戦艦時代の比叡の姿で、原則の装甲が外されており、還元が高く、4番砲塔も撤去されているのがわかります。ただ、練習戦艦であったことでスケジュールの調整がしやすく、天皇陛下のお召し官を多く務める栄誉を得ました。しかし、国際情勢の悪化から艦隊に復帰すべく大改装を受けることになると、大和型戦艦の試験も兼ねることになり、比叡には最新の装備である98式射撃板など主砲用の射撃システムの導入が図られています。また、塔型と呼ばれる環境を備えたことで、比叡はちょうど大和と金剛の中間のようなモダンな艦用に変貌を遂げることになりましたが、これがおおむね最後の姿となりました。大戦中、比叡は他の混合型と共に活躍しますが、第3次ソロモン海戦で舵を損傷。1942年11月13日、必死の応急措置も虚しく、最終的には自沈処分となってしまいました。春名は1915年4月19日に竣工した混合型戦艦の3番艦です。春名もイギリス、ビッカース社の支援のもとに建造が行われましたが、資材のかなりの部分が日本産で占められており、徐々に戦艦の完全な国産化が図られるようになっていきました。昭和戦前期の春名は混合型戦艦の中で最も早く大改装を受けたため、姉妹艦の金剛よりも戦艦山城に似た背が高い環境を備えていました。また艦の偽装についても他の混合型戦艦とかなり異なっており、1941年時の姿で比較すると、艦橋にある包囲板は金剛が94式であるのに対して、春名は13式でした。また後部艦橋にある副砲用の測距儀と射撃式装置が別々に配置されている旧来の装備のまま、戦争へと突入しています。春名の主砲射撃装置が金剛と同様になるのはミッドウェー海戦以降の時期で、さらに、後の戦時改装により巨大な防空指揮所と武骨な射風装置の増設が行われています。射風装置は防空指揮所に入り込む風を少なくするという効果がありましたが、春名のものは特に巨大であり、戦前の優美な姿とは異なり、武骨で勇ましい艦用に変貌を遂げました。また広角砲や機銃も増設されており、25ミリ機銃は最終的に100丁に達しました。春名は米軍から複数回撃沈したと報告されたものの生還し続け、終戦時にかろうじて残存した唯一の混合型戦艦となりました。霧島は1915年4月19日に竣工した混合型戦艦の4番艦です。春名と竣工日が同じ理由は、春名の建造が遅れたことに強い責任を感じた造船責任者の一人が自害してしまったことに海軍が配慮したためです。霧島は外見的には金剛ととてもよく似ていますが、防空指揮所の形状に違いがあり、金剛に比べると、より円形に近い形状をしているのがわかります。また、艦橋の階層の形状も相応に異なっており、混合型は4隻それぞれで非常に個性が強い艦であったことがわかります。さらに混合型戦艦4隻の中で、霧島と春名の主砲塔の形状は球形で、金剛と比叡は角張った形状をしています。これは竣工当初から最終時まで変わらない相違点となりました。霧島の戦時改装は機銃をわずかに移設したり増設した程度で、戦争を通じて大きな変化は見られません。霧島は他の混合型戦艦と同様に最前線で活躍しましたが、第3次ソロモン海戦で新型戦艦サウスダコタの砲撃によって大破、後に沈没してしまいました。戦艦長門は1920年11月25日に世界初の41センチ砲を搭載した戦艦として竣工いたしました。長門型戦艦は88艦隊計画の最初の一隻で、海軍休日の期間、最強の戦艦の一隻として君臨することになりました。長門は関東大震災で被災した東京にいち早く救援に向かったことや、連合艦隊機関を長らく務めるなど、日本国民から広く知られた戦艦でした。まさに浮かべる城というべき重厚な艦用が特徴の長門型戦艦でしたが、
戦前の日本人には屈曲した煙突を備えていた昭和初期の姿が広く親しまれました。大戦中も最強の旧世代戦艦としての威容を維持した長門でしたが、活躍の機会はなかなか訪れず、本格的な海戦への参加は1944年6月のマリアナ沖海戦、敵艦に向けての主砲の発射は同年10月のサマール沖海戦で、いずれもめぼしい戦果を得ることはありませんでした。戦時改装として長門も他の戦艦と同様に電炭の増設など多数の機銃が搭載されましたが、広角砲の増設は1944年末頃だったこともあり、大戦中の艦用の変化は大きくはありません。ただ、近年の研究では再建後の機動部隊の護衛戦艦としての役割を担う計画があったとされ、21号電炭は最終的に小型艦艇用の13号電炭と22号電炭に換装されるなど、1945年に入っても設備の変更や強化が行われていました。長門は戦争を生き抜き、航行可能な状態で終戦を迎えた唯一の日本戦艦となりましたが、1946年7月29日、ビキニ環礁での原爆実験で海中に没しました。原爆実験に4日間持ちこたえた長門は、連合艦隊の最後の意地を見せつけたとして、苦しい時代にあった日本国民を励ましたのです。戦艦陸奥は1921年10月24日に長門型戦艦の2番艦として竣工いたしました。当初はワシントン軍縮条約のため廃艦の危機にありましたが、戦艦保有比率が不利になることを承知の上で竣工が認められました。当時の日本国内では陸奥に関する報道が多かったことや、東京に近い横須賀で進水式が行われたことなどもあり、日本国民の間では陸奥の方が認知度が高かったとも言われています。2番艦なだけあり、長門よりも新式な装備に改装されることが多く、屈曲煙突時代では長門はスプーンバウと呼ばれる艦首形状を完全に維持したのに対して、陸奥はシャープな形状に改められています。この改装はあまり有効ではなかったようですが、1936年の大改装後の段階で陸奥の航空偽装は完璧に工事されており、後部環境も側鋸儀と包囲板が一体化した新式のものが採用されていました。このように長門よりも新しい偽装が施されていた陸奥でしたが、その最後はあまりにも悲惨なものでした。1943年6月8日、呉にほど近い柱島白地にて停泊中の陸奥の3番砲塔が突然大爆発を起こし、船体が真っ二つになると多くの乗員と共に沈没してしまったのです。この爆発事故は現在でも様々な説があり、真相は分かっていません。戦艦大和は1941年12月16日に竣工した基準排水量6万4000トンを誇る史上最大の戦艦です。海軍軍縮条約を脱退した日本では、米戦艦がパナマ運河を使うことで設計に制約を受ける点をついて、より大型で性能で優位に立てる戦艦の建造を計画します。設計された大和型戦艦は世界最大の46センチ砲を備えており、この主砲は距離20キロから30キロ付近で多くの戦艦の減速走行を貫く可能性がありました。また、大和自身もこの距離で同様の主砲の直撃に耐えられるよう、対46センチ砲の防御が施されています。対艦巨砲主義の頂点を極めた大和型戦艦でしたが、日本海軍は米海軍よりも補助艦の数が劣勢であることが問題視され、敵の小型艦艇を迎撃するための副砲を維持したことは防御上の問題であると指摘されることがあります。艦隊決戦で大きく期待された大和でしたが、敵艦との戦闘機会は訪れず、南方に進出しても温存され続けます。しかも大和は他の艦よりも居住性に優れていたため、大和ホテルとも揶揄されてしまいました。大和が敵艦と初めて交戦したのは、絶望的な戦況に陥っていた1944年10月、小1号作戦に伴うサマール沖海戦でしたが、皮肉にも装甲が薄い護衛空母に対して大和の砲撃は有効ではなく、活躍は叶いませんでした。現在映像に映っているのは1945年の最終時の大和の姿で、搭載機銃は25ミリ機銃が162丁にも達し、ハリネズミのような姿となっています。また、最終時の大和には非理法検点と書かれた旗や、煙突には菊水のマークが描かれたという説も存在していますが、否定的な意見も多く真相は不明です。1945年4月、米軍の沖縄侵攻を受けて、大和は海上特攻として救援に向かうことになります。旧来の通説では片道分の燃料しか搭載されていなかったと考えられていましたが、
実際は往復できるだけの分が大和には搭載されていたようです。しかし大和が帰ることはついになく、昭和20年1945年4月7日、坊野岬沖海戦で敵艦載機の猛攻によって沈没してしまったのです。戦艦武蔵は1942年8月5日に竣工した大和型戦艦の2番艦です。戦艦武蔵は民間企業の三菱長崎造船所で建造されましたが、大和に比べて基幹設備が充実しており、内装も優れていたと言われています。建造中のドック周辺は白縄を目隠しに使ったことで、城の市場価格が大幅に上がってしまったり、存在が秘密とされた武蔵の建造には多くの困難がありました。苦労を乗り越えて竣工した武蔵でしたが、海戦への参加はなかなか訪れず、南方に進出しても温存されたことで、武蔵旅館とも揶揄されてしまいました。武蔵と大和は姉妹艦なだけあって外見上の違いは少ないですが、艦橋にあるラッタルや航空作業甲板にあるリノリウム歩行体の形状に違いが認められます。ただ、戦時改装が進むと武蔵と大和には差が生じることになり、例えば最終時の武蔵では船体が白に近いネズミ色で塗装され、甲板は黒で塗られていたとも言われています。しかしこの塗装は乗員からは死に化粧のようだとすこぶる不評だったようです。武装面では大和では増設された広角砲が武蔵にはなく、代わりに 25mm 3連装機銃が増設されていました。また艦の中央には噴進砲と呼ばれるロケットランチャーのような装備が搭載されていたという説が存在していますが、もはや確認のしようがなく、断定は困難だと思われます。1944年10月24日、武蔵は大和と共に起死回生をかけて小1号作戦に参加し0手を目指しましたが、その途上、渋谷海で艦載機の猛攻を受け、ついに力尽きてしまいます。武蔵が被弾したのは魚雷20本、爆弾17発とも推定されていますが、最新の研究では武蔵の主要区画をぶち抜いた魚雷や爆弾はなく、いわばかすり傷の蓄積によって沈没したと結論付けられています。武蔵以降の日本の戦艦の系譜としては、大和型戦艦3番艦である信濃が挙げられますが、信濃は空母として竣工しました。また対米戦勃発とともに全ての戦艦建造計画は事実上凍結されており、後継艦の海大和型戦艦と超大和型戦艦の建造はいずれも開戦前の段階でほとんど断念されています。以降、日本の建造リソースの多くは戦艦以外の艦艇に注がれていきました。作るのめっちゃ大変だったんで、高評価とチャンネル登録もよろしくお願いいたします。